はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらの第4種郵便届きました。盆栽ボッサの盆栽ブログというチャンネルの視聴者さんの中で、心拍の杉葉を誰が一番早く直せるかっていう選手権を、やってるんですけれども、そちらにちょっと参加してみようと思いまして、うわ、見てください、この杉葉。めちゃくちゃすごいですね。で、参加して送ってもらった心拍なんですけれども、どんな心拍かというと、10本ぐらい束ねて、握ってある心拍なんですけれども、こんな感じでね、ほぼ全部杉葉っていうね、すごいものをいただきました。僕のエントリーナンバーは6番なんですけれども、2枚札がありますね。2枚札がある理由は、盆栽ボッサさんのチャンネルをちょっと見てみてください。8はこれは 2.5 号ですね。奥のところではなかなかない小さい鉢なんですけれども、ちょっとグラグラしてます。さあどうしていきましょうか。ちょっとね、本気でトップを目指して頑張ろうと思うので、今日ちょっと作業していこうと思います。心拍の杉葉を直すには、まずはしっかりと樹勢をつけて、この先の方から本番に戻っていくので、ちょっとね間延びするんですが、根元の方を葉っぱをねもう全部カットしていきます。こうすることによって力が先の方に行くので、治りが早いかなと思います。もう下向きに出る葉っぱなんかもついでに取ってしまいます。もっとがっつり切ってしまおうと思ったんですが、吸い上げる力がなくなりそうなので、このくらいにしておきました。この針金も結構負担がかかると思うので、一旦外して僕はラフィアを巻いていこうと思います。ちょっと用途も変えたいし、グラグラしているし、鉢も変えたいので、時期ではないですが植え替えをします。
根はほぐすだけで全く切りません。さて植え付けの角度はこちらに倒すかこちらに倒すか、どちらにしようかな。植え付ける前に活力剤につけます。 HB101 という活力剤を使っていきます。また後で説明します。杉葉改善だけではなくて早く太らせて癒着させたいので8はザルを使います。そして用土はこちら、ゴールデン流浄培養土。こちらの用土は盆栽用ではないんですが、栄養成分長持ちって書いてあるのがちょっと気になったので今年から一部使い始めています。そしてアルカリ性を好む心拍なので、竹炭を入れてもいいんですけれども、今回はこちらカキ殻有機石灰を入れていこうと思います。こちらは今回初めて使うんですけれども、土壌をアルカリ性にするだけではなくてカルシウムやミネラルが入っているとのことだったので、結構いいかなと思って入れてみました。換水する水にも HB101 を数滴入れて換水します。今回杉葉を早く治すために導入したのがこの HB101 とゴールデン流浄培養土とカキ殻有機石灰の3つなんですけれども、まずこの HB101 っていうのは活力剤なんですが、葉っぱとか根とか茎をここに書いてあるんですけど、超元気にするって書いてあるんですよね。超元気にしてくれるんで非常にありがたいかなと思ってるのと、あと土壌も良くしてくれるそうなので、今回使ってみました。2つ目はこちら、アイリスオーヤマから出てるゴールデン流浄培養土。こちらにね、総炭配合栄養成分長持ちって書いてるのが気になって今年から使ってるんですけれども、こちらの総炭が盆栽が大好きな暖流構造になっているとのことで、保水排水通気が抜群になっています。で、暖流構造がなんでいいかっていうと、粒と粒の間に水とか空気が入りやすくて根が育ちやすい。でまたここで使われている総炭が完熟を使用しているらしくて、非常に根を傷めにくいそうです。またこの総炭にミネラルとか天然有機物が入っていて、これが非常にゆっくり効いていくそうなので栄養分が長持ちするとのことでした。どんな用土か非常に気になったのでアイリス大山さんに直接聞いて、説明していただきました。非常に丁寧に説明してくださって本当にありがとうございました。最後はこちら、カキ殻有機石灰。竹炭を使ってもいいんですけれども、カキ殻を使っても心拍が好きなアルカリ性に土壌を持っていけるということです。で、カキ殻の場合は
カルシウムとかミネラルも含んでいるので、これで植物を丈夫にしていくとのことなので、竹炭よりもいいんじゃないかなと思って初めて使ってみました。今回の作業は結構実験的なことが多いので、成功するかは分かりませんが、結果を楽しみに待ってみましょう。どんな風に変わっていくかが気になった方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価、コメントもぜひお待ちしてます。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。